皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちはハイエースで日本一周している寺田夫婦です。現在秋田県です。今日は秋田県の田沢湖ニュートン温泉を巡っていきたいと思っています。観光スポットは今日は少なめにはなるんですけども、今日は車内で地酒等も買って秋田の美味しいものも最後に食べようと思ってますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。秋田最終日楽しんでいきます。はい。今回もよろしくお願いします。今、秋田県の仙北市と言われるところに来ております。秋田県の東側になりますね。今から約30分ぐらいかけて田沢湖の展望台の方に行きたいと思います。まず上から田沢湖を見てみようかなと思ってます。ちなみに今、スーパーで買い物を先に済ませてきました。今日の夜ご飯までバッチリな状態ですので、はい。この最終日を迎えられるんではないかなと思っているところです。ニュートン温泉は日帰りで入ろうと思ってるんですけど、どこも3時とか4時とかそれぐらいで日帰り予約終わっちゃうので、急ぎ目に温泉の方に行かなければならないという状況でございます。到着いたしました。まずは展望台から見ます。広い。思ったより綺麗に見えてよかった。こちらが田沢湖展望台です。広いなぁ。ハンモックがあるんだ。いいね。風もちょうどいいぐらいで気持ちがいい。ちょっとね、空が白くて眩しいけど綺麗。広い田沢湖。ここいいところだね。いいでしょ、上から見るのも。うん。田沢湖とは何か。そう、田沢湖とは日本一深い湖なのです。そして日本で19番目に広いと言われている湖畔がこちら、田沢湖。田沢湖は淡水でできております。がつくのなんか。なんでよ。それにハマったまま言わない。いや、めっちゃいいよこれ、本当に。このそよ風がまたいいのよ。うん。今からこの下に降りて有名な像があるところまで行っていきたいと思います。こちらの現在地から田沢湖を見下ろした形ですが、今度は下に降りて初子像を見に行きたいと思います。この水深はさ400メートルぐらいあるんだって。100メートルか。平均が200メートルやから。すげえ深さやな。これが律子さんです。初子ね。間違えた。調べたところによりますと、その昔美貌を永遠のものにと望んだ達子という娘がいつしか竜と化してしまい、田沢湖に身を投じたという伝説から建てられたということです。律子さんは美人ですよ。綺麗になりたかったんですか？十分綺麗です。達子さんがいることで田沢湖もこんなに美しいということですね。透明度高いよね。魚増えてる。めっちゃ可愛い魚いる。すごいいっぱいいる。めっちゃ泳いでる。流れてきたんだね。すごい透明だわ。場所によってちょっと色味が違うな。こっちの方とかはすごく深いエメラルドっぽい色だね。木が。続きまして小座の石神社というところに向かっていきます。場所によって本当に色が違くて多いね。すごく。うん。水色っぽい青さっていうかですかね。緑ではなくて青い、すごく。お店の方で餌が売ってたらしくて、餌あげてる大学生が餌あげてるとこ見たんですけど、結構グロテスクでした。集合体恐怖症の人は絶対に見れないと思う。私もああいうのはちょっと無理で、鯉とかが集合して餌食べてるとこちょっと苦手なんで。来ましたー。お土産屋さんのところにあるのかな。お土産屋さんもこっち側青く見える。こっちの線がこの魚がウグイです。結構波が。ね、風は吹いてないように感じるんだけど、
だいたい湖ってこんな感じなんだな。すげえ青い。綺麗。魚の群れが。遠くで見れるね。こっち側でも餌揚げができる。うん。売店があったからね。結構波が立ってる。ほら。おお、本当だ。綺麗。かなり青い。ここでも魚泳いでるね。で、今から10分、6キロぐらい先にあるピザ屋さんの方に先に向かってお昼休憩にしたいと思います。はい。その後にソフトクリームを食べたいというご要望がありましたので、先にお昼ご飯から行きます。山のはちみつ屋ピザ工房、その山のはちみつ屋っていうところでソフトクリームを食べられるのと、なんかお得な面白めのガチャがあるらしいから、面お白得なのかな、わかんない。行ってみないとわかんないけど、着きました。ほら、車いっぱいだ。さすが日曜日ですね。あ、行ってなくないか。行けた。土日祝限定メニューっていうのもあるんだね。八幡平ポーク塩ミートボール、もちみつポークといっぱいだな。いただきます。ナポリタン久しぶりや。蜂蜜を使ったナポリタンってどんな感じなんや。いただきます。多いので手元のみでお届けします。トマトの酸味もあるんだけど、蜂蜜の甘さもしっかり感じられるわ。甘さもあるんや。あるある、美味しい。あら、久しぶりだな。こんなエビも大きい。うん、蜂蜜はほんとしっかり感じる。肉が分厚くてちょっと見た目不格好ですが分厚いわ。生地が分厚い。うん。もちもちしてそう。さっきねスパゲッティも食べたんですけど、この甘みが逆に美味しかった。酸味の間に甘みがあって。ではいただきますね。食感はどっちかっていうともちもち生地で、この分厚いポークが乗ってることによって噛み応えが出てます。蜂蜜でいただきます。この蜂蜜をかけることによってブラックペッパーがかかった豚肉の味をより引き立たせてくれてます。すごくこの豚肉の味もしっかり感じられて、大きく乗ってるからだと思うけど、油もしっかり乗ってます。ごちそうさまでした。今こちらのお店で食べてきたんですけど、次はソフトクリームを食べにこっちかこっちかちょっとわかんないですけど食べに行きたいと思います。はい。私的にはこの蜂蜜アロエ酢が美味しかったです。これがおすすめです。全部美味しかった。レモンもすごい。味が全然違う。全部味が違う。これハッカみたいな味。国産がここではいろんな。こちらは初めてです。蜂蜜の試食ができます。初めて。す全ごいね。然味が違う。全然違う。俺は好みは普通にもう純粋なアカシアがいい。アカシア。さあ、サイズがいろんなサイズがあるからいいなって思った。こんなにいらないなーっていう時これぐらいとか。それがいいな。私がやりたかったガチャはこちら。国産が出たら当たり 50g サイズ。あとはこういういろんな種類のと、あとクーポン入れの大当たりだって。この4つあるんですけど、どれにしようかな。300円です。昨日出たのはこちら。オレンジだって。オレンジスペインじゃない？スペインだ。国産じゃなかったけどやった。
クーポンは入ってない。これでした。これぐらいのサイズです。当たりますように。はい、完成したので。来ました。さっきので蜂が出たらこの蜂が大群になるんだって面白いなと思って値段変わるんですね。さっきまでさ、もう生の蜂蜜を舐めてたからさ、ちょっとわからないぐらいのほんのりな感じ。甘い。癖とかは全然ない。蜂蜜の風味とかも。美味しいソフトクリーム。から再出発しまして、ニュート温泉の方に向かっていきます。ここから13キロ20分かかります。蜂蜜ソフトは食べれば食べるほど蜂蜜のコクがわかり、でも濃すぎないから重たくなくて美味しかったです。結構ミルクに近いソフトクリームだったね。キザが、生地がふわふわ、もちもちタイプで、分厚めの生地で食べ応えがありました。りょうくんはナポリタンを気に入ってたね。ナポリタンの酸味の後に甘さがしっかりくるのが良かったっていうのと、具がいっぱい入ってて、美味しかった。すごく。あの湯に行く道は過酷です。人ですからね。人感がありますね。道が悪い。道が悪い。ただただ。はい、着きました。ニュート温泉鶴の湯です。3時までなので、もう今2時18分でちょっとしか入れないんですけど、仕方ありませんね。急いで入ってきます。温泉入ってまいりました。こちら、とても有名な鶴の湯です。ニュート温泉の中で一番古い温泉と言われています。泉質が4つ異なる温泉の泉質になってて、白湯、黒湯、中の湯、滝の湯という4種類の温泉がありました。見た感じは全部乳白色で、硫黄の感じがしました。今もすごい硫黄の香りが残ってる。で、露天風呂は女性専用の露天風呂があって、で男性はもう混浴風呂で、男性みたいな感じなんだろうけど、正直混浴風呂の方は女性入るのなかなか難しいって俺も思った。ここは割と入りやすい方だって、そのニュート温泉も全部混浴ついてる中で、ここは割と隠れて入れるみたいな、って書いてたから、ちょっと今回は入ってやろうって思って意気込んでいろいろ対策考えてきたんですけど、実際見てみたら日帰りは3時までしか入れんから夜は入れないし、でその昼間だし休憩所みたいのがあって、そこから座ってたら普通に見えるっていうか、こう隙間から見えるみたいな状況もあるのと、宇宙からこう歩くから見えるみたいな感じになってたから、結構やっぱ圧を感じそうだなっていうのがあったし、無理でした。しかもね、意外とね、混浴浅かったんよ。だからしゃがむのも結構厳しいもんがあるな。しかも写真で見ると結構広いかなって思ってたら、意外とこじんまりとしてて、もっと広いのかなって私的には思ったのが小さめだったので、ここに泊まる方は何時でも入れるから、気兼ねなく入りたいのは夜の方が入りやすいのかな。そうだね。私は女性の露天で、りょうくんは混浴に入って、女性の露天風呂はめっちゃ広くて深かった。下が石みたいにね、内湯も一旦入って着替えて入って着替えてみたいな感じだし、洗い場は特にない。石鹸だけは置いてあったけど、体だけ自分でこうやって洗って入ってみたいな。加水してあるけどかなり暑かったね。温泉のお湯はとても良かったです。泉質は最高でした。以上です。それではニュート温泉鶴の湯出ます。3時までってなってたんですけど、3時半までに上がってもらえたらいいですよというふうに言ってくださったので、意外とゆっくり入ることができました。せっかく来たので、もう一つ入っていこうと思います。黒湯温泉というところに向かいます。最も奥深いところにあるところなんですけど、こちらに入ります。ここから 7.3 キロ、16分もかかります。怖い、行けるかな。細いらしいんだよね。なんか危ない道なのかもしれない。俺運転した方がよかった。ニュート温泉って7つの湯があるんですけど、湯巡りは日帰りの人はできるけどできない。その時間で的に。宿に泊まってる人は
湯巡り場っていうのを購入できるので、それで7つの湯巡りができます。全部回りたい人は泊まるのがいいかもしれないね。まあそうだね。日帰りはほんと1箇所とか2箇所になっちゃうわね、どうしても。料金もちょっと高めだしね。先ほどの場所が700円でして、次黒い湯は100円で入られます。はい。うー、すごい。これは雰囲気あるわ。全部ブナだね。だよね、やっぱブナバネやし。いいね。だから乳頭温泉はやっぱり冬入りたいなって思った、写真とか見てると。そうだよね。でもこの中雪道だろうからかなり。ちょっと運転が怖いだろうなっていうのはあるかも。バスとかも結構出入りしてるみたいだったから、バスとかだと安全かなとは思うけど、きっとね、真っ白の乳頭温泉はさぞ綺麗やろうし、かなりいい湯だろうね。着きました。こちらの黒湯にも入浴してきます。入れます。どうでしたか？いやー、こっちの泉質の方が俺が好きだったかな。なんか適温だったし。私はさすがに混浴には入らなかったですけど、単純温泉の泉質でこっちの方が好きだった。で、露天の温度がちょうどよくて、うちはちょっと厚めだったんだけど、ドライヤーもあったし、シャンプートリートメント、シャンプーボディーソープ、一応洗い場までそう2つあって、飲める水、冷たい沢水もあったし、気に入ったこの場所。よかったねここ。いや、ほんと長く入ってられるな、確実にこっち。混浴はちょっと泉質違った？少しやけど、混浴の方が硫黄の感じがすごく。ああ、そうなんだ。こちらも乳白色の温泉でした。ちょっと透明な匂い。さっきよりかは透明だったね、確かに。以上、スキンケア中のりょうていくんでした。なんかつくな。お祝い牛乳を買いました。今からね、岩手県の方に入っていきますので、まだ秋田だけど、小祝い牛乳飲もうと思って。どう？うまそう。美味しい。全然癖もなくて爽やかです。雨も好きなはず、これは。ここは雰囲気もすごく好きです。黒い温泉を出まして、今から岩手県の方に向かっていきます。はい。これで秋田旅が終了です。秋田県に対してもう秋田っていう発言をしようと思ったでしょ思ってないです。心のまた来たいなって思いましたね。いや、もう乳頭温泉もいろいろ回りたいなって2箇所入ったからこそ思いました。ね、雰囲気もほんと全然違うから、日帰りでも2箇所入るとまたいいと思います。お気に入りの温泉見つけられるかなと思いました。今からですね、1時間ぐらいかけて移動していきます。今日は車中泊岩手県の方でしたいと思います。このまま移動していきます。よろしくお願いします。お任せください。またどうぞお気をつけて。仙北市ということは秋田県が終わるということは岩手県に入るということなわけで、また岩手県ですって言わないね。まだなのかな。岩手って言わって、岩手って言わせて、なんとこの中間地点で岩手県に入りました。はい、秋田県ありがとうございました。秋田県ありがとうございました。岩手県よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩手も広いから楽しみですね。楽しみですね。秋田県楽しかったからこのままの勢いで行きたいです。行きたいですね。見えてまいりました。本日休憩させていただきます。雫石町にある雫石姉っ子という道の駅で、ここも温泉もあるのか。井出湯の里っていう温泉もあるみたい。でかい。さすがにもうこれ以上温泉入ったら私たちはもうふやけてしまいますのでふけてしまう。ずっと硫黄の香りがね、体中からしてる。
サラサラ、すごい。温泉に入ったんだなっていう気がするね。ここでお世話になります。お世話になります。今から晩ご飯にしたいと思います。今日はこちらのいただき物ですが、青森の焼肉野菜料理用のタレを使って炒め物します。ちゃんとこれ青森県産製造って書いてある。これはね、秋田県産のちゃんと豚を買いました。お酒でつまみをしたいと思います。はい。タレを入れたれ。タレをかけたれ。完成しましたので、はい、お酒とともにいただきたいと思います。こちらは秋田で有名な雪の母社という日本酒です。スーパーに行くたびになんか美味しそうだなと思って気になっていたので、ちっちゃいやつを今回は買いました。で、もう一本あるので、そちらはこの後にまた開けたいと思います。はい。まあ、お継ぎいたします。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。全部なくなっちゃいました。あっという間でした。海の方に次ぎすぎたかもしれない。そんな気がしました。秋田の最後の夜に乾杯。はい、なんかそこ、宮崎でこういう番組あるよね。ブルーに乾杯っていう番組が。霧島のね。すげえ飲みやすいわ。割とやや甘口の味だから。精米度合い 55%。お水のように飲めるな。これまでにはないかな。お水まではないです。やっぱ温泉入ったりするとね、余計にお腹すくんですよ、ね。不思議だよね。お昼ご飯食べたりとかして入っても、やっぱ温泉上がったらお腹空いてる。美味しい。もやしと肉のシンプルな料理がなんだかんだ美味しいよ。このタレ生姜の味も効いてて甘みもあるんだけど、それがすごく私好きで気に入ってます。で、この豚肉も柔らかくて美味しい。かなり生姜効いてるよね。美味しい。タレ系って結構いろんな場所にその場所のタレっていうのはちゃんとあるんやな、あるよね。こちらの道の駅の温泉には入ってはないんですけども、なんかすごく良さそうだった。曲もおしゃれな、なんかジャズっぽい音楽流れてる。やっぱり秋田県って言ったら男鹿半島のイメージは自分の中でもともと強くて、今回の旅で行ってきたけど、男鹿半島めっちゃいいなって大好きになった場所の一つになったし、有名な温泉どころがある県って魅力的やなって思った。温泉があるとね、やっぱまた来たくなっちゃうし、今の年齢だとやっぱどうしてもお金のこととかもあるから、なかなかああいういい旅館とか古き良き旅館とか泊まれないけど、何十年後とかにまた2人になった時に、あ、そういえば行きたいねとか考えられる温泉がいいなって思った。また来ようねって思える温泉だったね。ほんと、泉質が違うのも楽しいし、雰囲気も全然違うから、それが楽しかった。きりたんぽとかずっと食べたかったものもちゃんと食べられたし。比内地鶏が本当に好きになった。美味しかったね。食感がね。いや、東北は本当美味しいものが効いてたけど、まだ2軒目にしてやっぱり美味しいんだなっていう実感です。こちらがラインナップでございます。本日のおつまみラインナップ。これは道の駅で買いまして、これはスーパーで買いまして、スーパー。で、こちらは駐車さんにいただきました。しょっつるってことなので、魚醤を使ったナッツです。700円近くしたんですけどね。プレミアムなやつ。道の駅の小賀で買いました。これ500円ぐらいでスーパーで買いました。もうすでに切ってあるやつにしました。大きいやつも売ってるんだけど、切るのちょっと面倒かなと思って。いぶりがっこってこのチーズとクリームチーズと合わせるとすごく美味しくて、私も友達にね、これ美味しいんだよって言って一回食べたことがあって本当に合うんです。いぶりがっことこのチーズが。で、カレーと、こちらの日本酒です。こちら。なんでこれかっていうと、ワインみたいな感じの味わいで女性にも人気ということで買ってみました。秋田のお酒です、これも。はい。完全にこのプレミアムの方の香りが強いのがもうすでにわかる。子供の時ってあんまり燻製の匂い得意じゃなかったけど。大人になったらめっちゃ好きになると思う。やっぱり。ワインみたい。本当にワインみたい。これ日本酒なのか、本当にワインみたいだ。プレミアムからいく？いや、こっちからいこう。私プレミアム食べてみよう。今は新鮮な舌で。これもしっかり燻製の香りするよ。この量食べる量じゃないんだよな。かなりシャキシャキだ。こっちは分厚めに切ってある。で、すごい口に入れた瞬間にもう、わーっ
て、スモークの香りが。うわ、うまい。全然違う。プレミアムなだけに。うん。うまい、こっち。うん。こっちは、ほんとたくあんみたい。普通の。で、美味しさはやっぱこのプレミアムだな。めっちゃうまい。友達がしてくれたのはさ、うん。小さく刻んで、クリームチーズとかガーって混ぜて、食べるってだったんだけど、でも乗せてもいいと思う。とクラッカーも買ったし。うん。うん。すごい。何わかるもん。昆布だし粉も入ってるからか、すごく、魚、うん。魚介の香りがすげえ。おつまみがあるね。初めてだわ。うまい。うまい。どうぞどうぞ、あなたの新鮮な感想が聞きたいですね。いいんですか？ついて作ってもらって。後で混ぜて作ってみよいただきます。めっちゃ合うじゃん。これ好き。結構実家でも自分たちでもクラッカーにチーズとハム乗せてっていうのはよくやってたんですけど、いぶりがっこを乗せることによって食感がプラスされる。とクリームチーズとなんか絶妙にこの味が合う。バーとかって絶対これ出した方がいいと思う。めっちゃうまいじゃん。すげえ。いいよね。感動した。こんなに美味しいんだ。そうなのよ。美味しいよね。宮崎でもいぶりがっこ、この日本酒もすっげえうまい。もうワイン。プレミアムはほんと美味しいね。しっかり食べました。はい。結局あれ全部食べたんですけど。大丈夫か。食いすぎましたね。これで完全に秋田県の旅は終了となります。はい。先ほども二人で話してましたけど、秋田県またリピートしたいなっていう思う場所もありましたし、魅力もたくさんありましたので、また次の県が楽しみになったなと思います。次は岩手県ですけど、また僕たちの動画で岩手県の魅力が伝えられたらなと思いますので、ぜひまた見ていただけると嬉しいです。はい。僕たちの動画が少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。タルダ夫婦でした。さよなら。さよなら。というところでんですけど、まだこれ食べます。バター餅って言って秋田の郷土菓子。ほら。大福ほどは柔らかくないけど、喉に詰まる心配はないかもしれない。これぐらいだったら。バターと卵の香りがしっかりします。結構バター風味が強いね。うん。